皆様こんにちは、関田です。今回はアディクション様よりホリデー2023コレクションアンノーンファミリアからホリデーアディクションアイシャドウパレットアンノーンファミリア101ロッククローサーブラッシュパレット101ネバーエンディングミニリップトリオ101インザモーメントザ・マスカラインテンスラッシュ101アリューリングパープルと102シーオブセージザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークル105マルチワールドと106 BIC そしてザ・ネイルポリッシュプラス106リアルスーリアル107インナーユニバース108ピンクホライズンをギフティングいただきましたので、コレクションの中から一部からのご紹介となりますが、質感やイメージなどしっかりとご紹介していきたいと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。アイシャドウパレット、チークパレットはそれぞれのカラーを単色塗りして、動画の最後に今回のコレクションを使ったメイクルックを2パターンお見せしていきます。また、こちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドのクリスマスコフレをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アディクションホリデー2023コレクションアンノーンファミリア。目にしたことのある景色、夢の中で体験したような場面、知らないはずなのに知っているというデジャブの感覚はどこから来るのでしょうか。こんな説があります。時間はフラットサークルであり、私たちはレコードの針のようにくるくる回る時間という円盤の一地点を味わっていると。まるでビニールレコードのように現在、過去、未来の全てが同じ盤上に存在していて、パターンが繰り返されているとしたら、自分の人生の色合いを受け入れ、もっと思い切り楽しむことができるのでは？そんなインスピレーションから生まれたのがアンノーンファミリアの世界。知らないはずなのに知っている感覚を視覚的に表現するため、カナコによる色彩と輝きをエリザビータ・ポロディーナによる幻想的なビジュアルとフレーミングで捉えています。2023年のホリデーは魔法のようなきらめきとカラーで、今を最大限謳歌したくなるようなメイクアップを提案します。ご紹介していくのはこちら。ホリデーアディクションアイシャドウパレットアンノーンファミリア。ファンタジックなカラーが誘う世界で、今この時を思い切り謳歌して、なぜか親しみを感じる運命的な風景を想起させるドラマティックな限定アイシャドウパレット。エッチーな印象を裏切る計算された使いやすさで、カラーメイクアップを存分に楽しむことができます。今回は101ロッククローサー。この一瞬を一層謳歌したくなる幻想的なパレット。こちらのカラーをご紹介していきます。続いて、ホリデーアディクションブラッシュパレットアンノーンファミリア。異なる質感をレイヤードし、今しかできない洗練の表情を楽しむ。ポジティブな意志や新たな扉を開ける勇気を後押しするドラマティックな限定ブラッシュパレット。3つの質感を重ね合わせれば、頬に高揚感や奥行きがもたらされます。抜け感も洗練も自在に操って。ご紹介していくカラーはこちら。101ネバーエンディング。終わりなき夢物語を想起させる紅葉のピンクパレット。続いてミニリップトリオアンノーンファミリア。質感を操り多彩な唇へ。限定カラーのミニサイズリップセット。高発色のボールドとナチュラルなシアー、2つの質感のザ・マットリップリキッドと艶高くみずみずしい唇を叶えるリップオイルミニ。ギフトやシェアにもパーフェクトな3質感のミニリップセットです。ご紹介していくのはこちらのカラー。101インザモーメント。多様なローズに美しい一瞬を閉じ込めて。続いてこちら
マスカラインテンスラッシュアンノウンファミリア。アイメイクアップの輝きを引き立てるメタルニュアンスカラーのまつげに。セミメタリックな質感で抜け感のある眼差しを演出し、アイメイクアップにムードを添える限定のマスカラ。塗布中ずっとまつげをケアしながら衝撃のボリュームを作り出し、使うたびに自まつげからの美しさを更新します。ご紹介していくのはこちらのカラー。101バリューリングパープル。叙情的なアクセントを作るグレイッシュバイオレットと、102シーオブセージ。シックな魅力が引き立つセージグリーン。続いてこちら、ザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークルアンノウンファミリア。幸福に陶酔する気分を閉じ込めたファンタスティックな輝き。星屑を詰め込んだようなまばゆいほどの輝きを放つリキッドアイシャドウの限定色。ホリデーのムードを後押しする多彩なパールが幻想的に瞳をライトアップ。揺れにくく美しい色と贅沢な輝きが長時間続きます。ご紹介していくのはこちらのカラー。105マルチワールド。グリーン、オレンジ、ゴールドのパールが輝くアンバーと、102 BIC。ブルーとピンクのパールが輝くアイスライラック。そして最後はこちら、ザ・ネイルポリッシュプラスアンノウンファミリア。夢と現実を行き来するような幻想的なカラーを指先に。アンノウンファミリアの世界観を宿した限定のネイルポリッシュ。めくるめく出来事のように表情の異なる6色は日常に新鮮な発見を運んでくれます。ご紹介していくのはこちらのカラー。106リアルスーリアル。オーセンティックなメタルゴールド。107インナーユニバース。星屑が渦巻いたようなスモーキーブルー。そして108ピンクホライズン。朝日に染まる海のようなライラックピンク。それではミニリップトリオアンノウンファミリアから実際に唇の上にのせてみて、カラーや質感などご紹介していきたいと思います。ミニリップトリオアンノウンファミリアからは限定2種類が発売されますが、今回はこちらの101インザモーメントのセットをご紹介していきます。まず1つ目のカラーはこちら、リップオイルミニ103。多彩なパールがきらめくスイートマゼンタのカラーです。リップオイルタイプはこんな感じで、べたつかないですが厚みのあるオイル質感で唇をふっくらと見せてくれます。はい、まずは1つ目。リップオイルタイプはこんな感じでした。一度塗りの時点だと元の唇の透け感も楽しめるようなシアーな発色にもでき、重ねていくことでこんな感じでしっかりとしたマゼンタカラーに発色させることもできるタイプでした。ほんの少しだけ清涼感も感じるようなタイプなので、唇の血色自体もアップしているように感じます。しっかりと厚みを感じるようなオイルリップですが、べたつく感じはしないので、これからの唇の乾燥が気になる時期にも使いやすそうです。続いて2色目はこちら、ザ・マットリップリキッドシアータイプ 111S。 くすみ感のあるローズベージュのカラーです。第1弾で発売されたアイシャドウパレットとネイル、そしてリップのミニサイズのセットにもこちらのシアータイプがセットになっていました。はい、2色目、ザ・マットリップリキッドのシアータイプはこんな感じでした。シアータイプはチップから直接塗っても程よい軽やかさが残ってくれるようなタイプなので、高発色なマットリップというよりもふんわりとした柔らかい印象も残したようなマットリップが好きという方にかなりおすすめな質感です。こちらのカラーは実際に唇の上にのせてみると、程よいオレンジニュアンスも感じるような青みに寄りすぎていないローズピンクだったので、どんなカラーにも組み合わせやすそうだなと感じました。そして最後はこちら、ザ・マットリップリキッドゴールドタイプ112。シンクのバラのようなクラシックレッド。ゴールドタイプはこんな感じで、一塗りでもしっかりとした発色を楽しめます。はい、最後3色目、
ザ・マットリップリキッドのボールドタイプはこんな感じでした。かなり高発色なタイプのマットリップなので、唇にのせたものを指でぼかして仕上げてみました。指でぼかしてもこんな感じで、軽やかなリキッドが唇にピタッと密着して、元の唇の透け感が残らないような鮮やかな発色を楽しめます。カラー説明の通り、青みにもブラウンにも寄っていないクラシックなレッドがホリデーらしくてとても素敵です。そしてこちらのリップはこれだけ高発色なタイプですが、色移りが気になりにくいところもかなり使いやすいポイントなので、マスクの下でも安心して使えるところが嬉しいアイテムです。それぞれのカラー比較してみるとこんな感じです。続いてはこちら、ホリデーアディクションブラッシュパレットアンノウンファミリア限定2種の中から101のネバーエンディングのカラーをご紹介していきます。まずは1色目、左の A のカラー。ポジティブでイノセントなまばゆいピンク。こちらはニュアンス派タイプ。カラーがわかりやすいように頬の広範囲に塗ってみたいと思います。ニュアンサータイプはこんな感じで、ベースのカラーはかなりナチュラルで、頬にほんのりとピンクの光が乗るような質感です。はい、まずは A のニュアンサータイプ。頬の広範囲に塗ってみました。肌の上に乗せてみても、ベースのカラーがしっかりと乗るというよりは、こんな感じで、ほんのりとピンクのニュアンスがついた上に、レッドやブルー、ゴールドなどの微細なラメがキラキラ輝くような質感だったので、ほんのりとピンクのニュアンスを感じるようなハイライト使いや、チークの上に重ねてニュアンスチェンジをするニュアンサーとして使うとより可愛いんじゃないかなと思いました。粉質としては通常のザ・ブラッシュのニュアンサータイプと同様、かなり軽くて程よくしっとり感もあるので、近くで見てもこんな感じで結構しっかりとラメは輝くタイプですが、毛穴は割れ目立ちしにくいです。この多色ラメがものすごく可愛いです。続いて中央の B のカラー。エレガントな情熱を灯すローズレッド。こちらはパールタイプ。パールタイプはこんな感じで、ほんのりと内側から頬を染め上げてくれるような絶妙なローズカラーですね。はい、こちら側の方には B のパールタイプを塗ってみました。最初にのせた時は通常のパールタイプよりもパールによるツヤ感が抑えめで、どちらかというとマット質感に近い印象なのかなと思いましたが、よく見るとこんな感じで、ふんわりと柔らかい質感のベースにブルーやピンクなどの微細なパール感で程よいツヤを出してくれるような質感でした。セットになっているニュアンサーにしっかりとラメを楽しめるので、こちらのパールタイプは程よいツヤ質感なのかなと感じました。そして質感もですが、カラーもかなり絶妙で、ほんのりと青みも感じるようなローズ系カラーですが、そこまで明るくなりすぎたり、白っぽく浮いてしまうという感じが全くしないので、青みニュアンスのカラーを使ってみたいけれど、浮いてしまうのが気になるという方にもとても使いやすいと思います。このカラーとても可愛いなと思いました。ニュアンサータイプとパールタイプ、それぞれ引きで見るとこんな感じです。そして右 C のカラー、洗練の影を添えるヌーディーベージュ。こちらはマットタイプ。手元で見た時もかなり肌なじみがいいカラーだなと思いましたが、チークというよりも自然な陰影感をつけてくれるようなシェーディングやブロンザー使いがおすすめなカラーですね。はい、最後 C のマットタイプはこんな感じでした。やはりこちらのカラーは血色感を出すチークというよりも自然な陰影感をつけたい時のシェーディングやブロンザー使いがおすすめな肌なじみのいいヌーディーベージュ系カラーでした。反対に塗っているパールタイプと比較すると、こちら側の頬がかなり引き締まって見えますよね。そしてこちらも質感としては軽くて肌なじみのいい粉質なので、何度かしっかりと重ねても重たい印象にならないです。一つのパレットで明るさを出してくれるハイライト、血色感を出してくれるチーク、そして陰影感をつけてくれるシェーディングになるようなカラーが揃っているのはとても嬉しいですよね。
それでは続いてこちら側に B のパールタイプを塗ってある状態なので、上から A のニュアンサータイプを重ねてニュアンスチェンジをしてみたいと思います。重ねるとこんな感じで、パールタイプの絶妙なローズカラーにニュアンサータイプの透明感がアップして、とても可愛らしい印象に変化します。はい、こちら側の方にはパールタイプとニュアンサータイプを重ねてみました。ニュアンサータイプを重ねるだけでこんな感じで一気に多色ラメによる華やかさがアップしました。ただベースに塗っているパールタイプがそこまでパール感やラメ感が強すぎないタイプだったので、多色ラメのニュアンサーと組み合わせてもこんな感じでしっかりとラメは感じられますが、ギラギラとした印象になりすぎないところが計算されているなと感じました。この2色を組み合わせると透明感がぐんとアップして、ホリデーらしい華やかさも出てくれますね。はい、今回はこんな感じで3色をそれぞれシェーディング、チーク、そしてハイライトとして使ってみました。このパレット一つで一気に立体感と透明感があふれるベースメイクが完成しました。近くで見るとこんな感じです。それでは続いてこちら、ホリデーアディクションアイシャドウパレットアンノウンファミリア限定2種から101のロッククローザーをご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上にカラーを単色塗りしてお見せしていきます。こちらのパレットは左上から順に A、B、C、D、E、F となっています。まず1色目 A のカラー、シルバーがシックに輝くコッパーベージュスパークルタイプ。今回のパレット、見た目だと一見華やかそうで少し難しそうな配色に感じますが、まぶたの上にのせてもこんな感じで大粒のラメと透け感を感じるようなカラーでとても使いやすいです。はい、まずは1色目 A のカラーはこんな感じでした。こちらはスパークルタイプということで、カラー説明の通りシルバーの大粒ラメのきらめきをしっかりと感じられる華やかなカラーでした。ちゃんとコッパーのニュアンスも感じるのに黄身に寄りすぎなくて、ものすごく可愛いカラーだなと思いました。質感としては先ほどご紹介したチークと同様の軽いのにしっとり感もあって肌に密着してくれるようなタイプなので、ラメも綺麗に定着してくれます。続いて B のカラーです。艶めく透明感のワインレッドパールタイプ。こちらはパールタイプですね。反対側に塗っている A のスパークルタイプよりもベースのカラーの発色がとてもいいです。はい、B のカラーはこんな感じでした。パールタイプはまぶたの上でもしっかりと発色を楽しめましたが、ベースのカラーはまぶたに溶け込むようなふんわり感があり、その上に多色のラメがキラキラと輝いてくれるので、単色だけでもしっかりと陰影感も出してくれるような発色も楽しめつつ、馴染みの良さも兼ね備えてくれているタイプです。血色感と色っぽさを感じるようなワインレッドのベースに、レッドとブルーのラメがきらめくところがとても可愛いです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C のカラー、シマーな輝きのモダングレーシュパールタイプ。こちらはモダングレーシュということで、1色目に塗った A のカラーと同様、肌なじみのいいベージュニュアンスがとても使いやすいです。はい、3色目 C のカラーはこんな感じでした。先ほどご紹介した B のカラーと同じパールタイプですが、こちらのカラーはよりパールによる艶めきやしっとりとした濡れ艶感も感じられるようなパール質感です。まぶたに程よい陰影感を出してくれるので、単色塗りでも上品にまとまるベージュ系で、モダングレージュというカラー説明ですが、角度によっては少しオレンジニュアンスを感じるようなベージュにも見えるので、寒色系、暖色系、どちらにも合わせやすいベージュ系カラーだなという印象です。続いて D、ピンクとブルーがきらめくクリアブルースパークルタイプ。こちらはスパークルタイプなので、まぶたの上にのせるとかなり透け感が残って
ブルーはニュアンス程度の発色なので、一気に透明感がアップするカラーです。4色目 D のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこちらのブルーなので、このカラーが少し使いにくそうかなと感じられる方も多いと思いますが、指で何度かしっかりと塗り重ねてもこんな感じで、ベースには本当に若干少し白っぽいようなブルーのカラーが乗った上に、ブルーとレッドに近いような少し濃いめのピンクのラメがキラキラと輝くようなカラーなので、全く派手な印象にはならず、このカラーを重ねてあげるだけで一気に透明感がアップしそうな柔らかいブルー系カラーでした。明るいクリアブルーのラメに少し濃いめのピンクのラメを組み合わせているところが絶妙ですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて E、とろけるようなウォームココアブラウン、マットタイプ。こちらはこのパレット唯一のマットタイプですね。アディクションのマットタイプはこんな感じで、まぶたに溶け込むような質感なので、指で塗ってもカラーが乗りすぎることなく、かなり塗りやすいタイプです。はい、5色目 E のカラーはこんな感じでした。指で何度かしっかりとのせてもこんな感じで、発色も楽しめつつ絶妙なふんわり感も残るようなマット質感です。カラーもブランドからの説明の通り、ほんのり赤みも感じるようなウォームココアブラウンで、このパレットのワインレッドやブルーとの相性も良さそうです。最後 F のカラー、パーマネントなきらめきのスターゴールド R タイプ。こちらはこんな感じで、イエローのベースにイエローゴールドのラメの輝きを感じられます。はい、最後6色目 F のカラーはこんな感じでした。ベースにはふんわりとした質感の明るめのイエローが発色して、その上にイエローゴールドの大粒ラメを感じられるような華やかなカラーでした。今回のパレットの中で一番鮮やかなカラーですが、それでもふんわり感と透け感を感じたり、ラメに大人っぽいニュアンスを感じたりなど、子供っぽいイエローに寄りすぎないところも使いやすいポイントなんじゃないかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは続いてのアイテムはこちら。ザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークルアンノーンファミリア限定3色の中から105マルチワールドと106 BIC をご紹介していきます。まずはこちら側に105のマルチワールドを塗っていきます。この子に出したものを指に取ってカラーをのせていきます。しっとりとしているリキッドタイプというよりも、みずみずしくてまぶたにピタッと密着するような質感なので、まぶたの上で伸ばしていくというより、タップするようにラメを重ねていく方がより綺麗に密着してくれるような質感です。はい、まずはこちら側に105のマルチワールドのカラーを塗ってみました。手元で見た時にベースにはカラーが乗らずクリアなタイプだったので、単色使いというよりもグラデーションの上にアクセントで重ねるのが向いているのかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみるとこんな感じで、ラメがかなり大粒なタイプだったので、単色塗りでも意外としっかりとカラーのニュアンスを楽しむことができて、ものすごく可愛い仕上がりでした。特にオレンジとグリーンのラメが大粒で、顔を動かすたびにキラキラと輝きを放ってくれます。ちゃんとラメによるきらめきを感じられるのに、大人っぽい仕上がりなところがさすがアディクションだなと思いました。このカラー個人的にもかなり好きです。続いて 106BIC です。こちらは反対に塗っている105とは対照的に、ベースにもしっかりとホワイトに近いようなピンクの変更カラーを楽しめます。大粒のラメが散りばめられているタイプというよりも、微細なラメがぎっしりと詰まっているような輝きです。はい、こちら側には106の BIC を塗ってみました。ホワイトから明るいピンクに光るような変更カラーのベースに、ラベンダーやピンクなどの透明感抜群のラメをぎっしりと感じられます。ただ、こちらのカラーもよく見ると、
ピンクのラメが明るすぎないので、全体的に柔らかくて透明感がアップするニュアンスですが、単色でも白っぽい印象になりすぎないところがとてもいいなと感じました。どちらのカラーも単色塗りでもものすごく可愛かったです。着てみるとこんな感じです。ラメが華やかですね。続いてはこちら。ザ・マスカラインテンスラッシュアンノウンファミリア全3色から101のアリューリングパープルと102のシー・オブ・セージの2色をご紹介していきます。それではアイラッシュカーラーで軽くまつげをカールさせている状態なので、まずは101のアリューリングパープルから塗ってみたいと思います。ザ・マスカラインテンスラッシュは塗っている間ケアしながらもボリュームをしっかりと出してくれるタイプということで、以前から気になっていましたが、こんな感じでボリュームも出しながらも綺麗にセパレートにもしてくれるタイプですね。はい、まずはこちら側のまつげに101のアリューリングパープルを塗ってみました。仕上がりとしてはこんな感じで、マスカラ液がかなりみずみずしいタイプだったので、ボリューム感もしっかりと出してくれていますが、まつげが重くなりすぎずに綺麗なセパレートも同時に叶えてくれていて、ボリュームアップするからといってダマになってしまったり汚くなってしまうことがなく、かなり使いやすかったです。そしてカラーとしても上下のまつげに塗ってもこんな感じで、角度によってほんの少しネイビーのような深みのあるブルーカラーに見えるかなというような、ブラックに近い大人のニュアンスカラーマスカラといった印象で、いろいろなシーンで活躍してくれそうだなと感じました。派手な印象にはしたくないけれど、いつもと少しだけニュアンスを変えたいという時にとてもいいと思います。続いて102のシー・オブ・セージです。102の方が手元で見た時によりメタリック感を感じましたが、まつげの上に乗せるとこんな感じで、こちらもかなり馴染みがいいです。はい、102のシー・オブ・セージはこんな感じでした。こちらも反対に塗っている101と同様、まつげの上に乗せてみると、カラーが強く主張しすぎない大人のニュアンスカラーという感じでかなり使いやすいですが、少し白っぽさも感じるような明るめのグリーンなので、絶妙な抜け感も演出してくれます。抜け感が出るカラーを使ってみたいけれど、まつげのフレームの役割は残したいという時にぴったりなカラーなんじゃないかなと思います。そして手元で見た時はもう少ししっかりとメタリック感を感じましたが、まつげの上に乗せてみるとメタリックというよりもツヤが残るような感じなので、このツヤ感がカラーがしっかりと発色しているのに重く見えないポイントなのかなと感じました。それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクを2パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目のメイクです。ベースはブラッシュパレット101をそれぞれシェーディング、チーク、ハイライトとして使っているので、まずはアイシャドウパレット101の C のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらのカラーはこのパレットの中でも特にパールによるツヤめき感が出て程よい陰影感もついてくれるタイプだったので、今回ベースとしてしっかり塗っていきます。続いて E のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらの2色でグラデーションを作るとかなりベーシックなメイクに仕上がります。一見華やかなニュアンスのパレットですが、こういったベーシックメイクも楽しめるところがいいですよね。続いて F のカラーを指に取って上から全体にかけていきます。華やかなイエローカラーでしたが、意外と透け感も残るタイプだったので、ベースにブラウン系でグラデーションを作っておくとこんな感じでイエローゴールドの大人っぽさを引き出すことができます。まずはアイシャドウパレットのみで仕上げた状態だとこんな感じです。続いてザ・キキッドアイシャドウウルトラスパークルの105を指に取って
上まぶたの黒目の中心にのせていきます。F のカラーのイエローゴールドラメでしっかりと華やかさは出ていますが、さらにウルトラスパークルの大粒ラメを足すことで深みを出していきます。そのままアディクションのアイシャドウブラシに戻って、下まぶた全体にものせていきます。なるべくまつげの際にラメを効かせるように、ブラシの先端を使って置くようにのせていきます。続いてザ・マスカラインテンスラッシュの102を上下のまつげにしっかりと塗っていきます。ウルトラスパークルにゴールドの大粒ラメが効いているので、こちらのグリーンとの相性も抜群です。最後にミニリップトリオの101からザ・マットリップリキッドシアータイプの 11S をしっかりと塗っていきます。はい、こんな感じでホリデーコレクションを使ったメイクルック1つ目が完成しました。1つ目のパターンは華やかなイエローやグリーンをブラウンでまとめた大人っぽいカラーメイクに仕上げてみました。アイシャドウパレットの中でも一番鮮やかだった F のカラーもブラウンと組み合わせるとこんな感じで、しっかりとホリデーらしいゴージャスな印象も残しつつ大人っぽいニュアンスに仕上がってくれて、なんといっても個人的にはこの上から重ねたザ・アイシャドウウルトラスパークルの105のラメ感がかなり好きだったので、イエローゴールドの上に重ねてさらに華やかさをアップさせてみました。こちらにはグリーンの大粒ラメも感じられるので、グリーンのマスカラとの相性も抜群です。引きで見るとこんな感じです。続いて2パターン目のメイクです。まずアイシャドウパレットの B のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。絶妙な血色感と色っぽさを感じるワインレッドも使いやすさと可愛さを兼ね備えていてとてもいいなと思ったので、2パターン目のメイクではこちらのカラーをメインに塗っていきます。続いて A のカラーを指に取って、さらに上から重ねてラメ感を出していきます。続いてアディクションのアイシャドウブラシ B01 で D のカラーを取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにこのほんのりとブルーのニュアンスを感じるカラーを入れることで一気に透明感がアップします。アイシャドウパレットのみの状態だとこんな感じです。簡単なグラデーションですが、どのカラーにもしっかりとラメが効いているので立体感と華やかさが出ますよね。続いてザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークルの106を指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとのせていきます。一気に透明感を引き出すことができます。続いてザ・マスカラインテンスラッシュの101を上下のまつげにしっかりと塗っていきます。続いてリップオイルミニ103を唇全体に塗って、最後にザ・マットリップリキッドミニの112を少量指に取って深みを出していきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクルックが完成しました。2パターン目のメイクではアイシャドウパレットのワインレッドのカラーを中心にザ・リキッドアイシャドウウルトラスパークルのアイスライラックの透明感を感じるカラーを掛け合わせてみました。合わせて使っているカラーマスカラの101番はまつげの上にのせてもカラーが主張しすぎないタイプだったので、このピンクの中に絶妙にブルーのニュアンスを感じるメイクにもぴったりでした。透明感のあるピンクメイクが楽しめます。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで明日10月27日より発売アディクションホリデーコレクション第2弾
アンノウンファミリアより一部アイテムをご紹介していきました。アディクションの第2弾は見た目だとホリデーらしい華やかで鮮やかなカラーが揃っているので一見難しそうと感じられる方もいらっしゃると思いますが、実際に使ってみるとこれも大人っぽいニュアンスを感じられるようなカラーと贅沢なラメでホリデーらしい華やかさを楽しめつつ大人のカラーメイクに仕上がるようなコレクションでした。第1弾に引き続き第2弾も注目となっておりますので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。